することができています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は高速ジェット機を作ってみようと思います。複数のロケットエンジンをうまく使った超速い飛行機にしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは縦にロケットエンジンを2つつないでうまく前に進んでくれるのか確認しておきます。この状態で噴射させると、なるほど、間隔が狭すぎて噴射の推進力はなくなっているみたいです。徐々に間隔を広くして推進力が働くところを探っていきましょう。このくらい間隔を空けると、推進力が発生して前に進んでいきました。この間隔を保てば縦に繋いで同時に噴射しても強い推進力が得られるはずです。早速5つ繋げましょう。そこに長く伸ばした燃料を同時に接着するようにくっつけます。あれ？地面側に沿って張り付いてしまいました。でも見た目に反してロケットエンジンに接着している判定になっているみたいなので、電気を流すと噴射してくれました。でも一番後ろだけ接着していなかったみたいです。見た目も変なので接着し直しましょう。こちらは全部接着しているように見えますが、後ろ3つは接着している扱いになっていませんでした。なのでロケットエンジンだけを接着し直すことで噴射できるようにしましょう。よし、この状態ならすべてのロケットエンジンが一つの燃料を共有して噴射してくれます。次はこのロケットエンジンの噴射を一つずつ制御するために、私が乗るための操縦席と6つの接点を切り替えられるロータリースイッチを用意しました。オフの状態が必要なので、合わせて6つの接点が必要ということですね。こちらを操縦席の横につけたら、それぞれの接点とつながる回路を作っていきましょう。長い金属の棒でロケットエンジン同士を同時に繋いでいくことで、ロケットエンジンが同時に噴射する数を1つから5つまで5段階に制御できるようになるはずです。よし、回路ができました。ロータリースイッチを動かすと、スイッチを回すために同時に噴射する数が切り替わってくれています。これなら速度を制御したり、最初に一気に加速して、あとは省エネで飛んだりすることができるんじゃないでしょうか。早速地面を滑走するためのタイヤを取り付けたら、地面との固定を解除して動かしてみましょう。5つのロケットエンジンが噴射して速い速度で進みましたが、地面とぶつかった衝撃でスイッチがずれてオフになったり噴射する数が変わったりします。安定性も悪いのですぐに操作不能になって壊れてしまいました。まずはスイッチが勝手に切り替わる問題から解消しましょう。スイッチを横向きではなく前に付け直すことで衝撃で切り替わりづらくします。配線も付け直してスイッチを入れてみると、操縦席の前にあるロケットエンジンの噴射が配線に当たってしまっています。こうなると推進力はゼロになるので、噴射に接触している配線を組み直しました。よし、これなら問題なさそうです。この状態でもう一度乗ってみると、さっきよりもスイッチがずれなくなったみたいですが、強い衝撃を受けるとスイッチが切り替わる現象が起きてしまうみたいです。これはこれで
高速で吹っ飛ぶ乗り物としては、悪くはなさそうですが、ジェット機っぽさはないので、もう少し改良しましょう。とりあえず、草を重ねた主翼を両サイドに追加しました。早速試してみましょう。徐々に出力を上げていくと、よし、離陸してくれました。でも、前に傾く癖があるので、おっと、ぶつかって壊れました。翼と燃料が勢いよく飛んでいきます。そこで上に向かって飛んでくれるように、主翼の位置を前に移動しました。こうすると、よし、上向きに飛んでいきました。でも、これは上向きすぎて、下に向くことができません。もっとちょうどいい位置に来るように、さらに翼の位置を調整します。翼の中心の位置を探って、なるべく全体の重量がセンターに来るように付け直しました。そして、左右のブレを少なくするために、垂直尾翼も追加しておきます。これならどうでしょうか。試してみると、噴射する数を5つに切り替えると、プルプルしていますが、しっかり離陸してくれました。高度が上がってきたので、噴射する数を減らしましょう。どんどん減らして、噴射する数が1つになると、推進力がガクッと落ちて、あまり加速しなくなってしまいます。そこで、噴射する数を増やせば、再加速することができました。燃料がなくなっても、不安定になることなく、そのままグライダーとして滑空できます。ジェット機としては普通に機能しているので、これで高速ジェット機は完成です。今度は噴射する数を減らして、もっと自由に動いてみましょう。噴射の数が2つあれば、離陸も飛行も普通にできました。そのまま自由に進み続けると、機体が上に向かっていって、宙返りすることができています。偶然起こった現象ですが、機体の重心がほぼ真ん中にあるせいか、宙返りしやすい機体の設計になっていたみたいです。そして、飛行している状態であれば、勝手にスイッチが切り替えることもほとんどないので、好きな出力を選んで、楽しく飛行をすることができました。出力が低い状態だと、展開もしやすいので、少し高度を落としながらであれば、180度旋回することもできます。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。まずは全力で噴射して、最高速度を見てみましょう。5つのロケットエンジンの噴射で、ぐんぐん速度を上げていって、秒速100メートルに達すると、そこで加速が止まりました。この世界のルールですね。そして、2つだけの噴射で飛行すると、最高速度は、秒速 13.8 メートルくらいでした。プロペラ機くらいの速度ですね。ちなみに、上に向かって全力で飛んでも、宇宙に行くことはできません。いずれスペースシャトル的なものも、作ってみたいです。それでは、十分高速な飛行を楽しめたので、最後は高速ジェット機に乗って行けるところまで行ってみましょう。5つのロケットエンジンの噴射で高速で遠くまで進んだ後は、そのまま勢いを利用してなかなかの距離を滑空することができました。勢いがなくなって高度が下がったところで、ちょうどいい陸地があったので、着陸しましょう。それでは、お腹も空いてきたので、スライムを捕まえてきて、食べてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、
高速ジェット機さんにも、お裾分けしてあげます。はい。どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、ま